自分のやってる道とかを肯定したいからちょっと攻撃的にならざるを得ないですよね、こういう時期ってちょっと排他的になっちゃうというか。怖いのはなんかうまくいかないとか壁にぶち当たった時になんか親のせいとかにはしないでほしいなっていう感じはするのと、こんだけ頑張ってるから受かると思うんだけど、もし受かんなかった時にそれ以外の道もあるからとは言いたいけど、熱意がすごい分反動も。そうだからね、東大じゃなくてもいいとは思う。ある程度のなんかちゃんとした大学に行ければ僕はいいんじゃないかなと。いやでも東大目指すやつは東大目指さないと、やっぱ甲子園目指すのってさっき東大が1年に3000人、甲子園は1000人なんですよ。この方が難しいかもしれないんだけど、まあ、甲子園出れなくてもいいやっていう野球高校球児っていないじゃないですか。絶対にあのグラウンド立つって大事だから、これが甲子園に絶対出るぞっていう18歳とか17歳をみんな聞くと、おお頑張って頑張って全員肯定していけいけってなるじゃないですか。もしくは私は絶対アイドルになるとか何でもいいんですよ。でも東大ってなると僕らのコンプレックスがあって、東大ムカつくみたいなのがあるから否定したくなんですよ、近所のおじちゃんとかがね。勉強得意になったら遊びも勉強したら完璧人間になるから、そう視野を広げて勉強もして遊びも勉強したら超全部できるじゃん、オールマイティだから。否定はしてないけど、例えばその遊びを今やって勉強をその後できるんです。でも賢いならさ、いい具合にできるくない？調節が時間が足りないです。時間は自分でさ調節したらできるでしょ。ここはこうやってって頭いいんでしょって。だったらできるくないって。でも遊んでる時間も勉強。だから遊びじゃなくて経験って思えばよくないって。遊びじゃない。東大出てなくても口喧嘩勝っちゃうじゃん。1日どれぐらい勉強されてるんですか？平日でも最低4時間、平均だと 6.5。授業外で授業外で夜って授業外です。はい。土日もどれぐらいやってるんですか？土日は10時間はやってます。それはもうちょいやった方がいいかもしれない。そんな勉強ばっかりしてたらちょっときつくなっちゃうから、自分にもうちょっと優しくなってもいいのかなって思っちゃう。優しくなるっていうのはどういうこと？いやだからこんなに頑張ってるし、頑張ったからちょっとは自分にご褒美とかあげてやってったら、なんかそんな他のやつは雑魚だとかも言う気持ちにもならないと思うし、自分のマインドもコントロールしながら頑張った方がいいのかなって思う。でもそれは将来でもよくないですか？その自分に。将来でもう年取ってるからよすぐ。いや将来遊びたければ今はひたすら努力するべき。将来遊べるけどたかが知れてるからね、遊びって。でも今の遊びってもう体力とかもそうだし、今しかできないから。でも遊びは今する必要は。今するんだよ、だって。でも今あの人と遊んでくれる人私いないと思うんだよね。今の彼のマインドで同級生が彼と遊びたいって思わないと思うから、遊んだ方がいいよっていうことによってなんかかわいそうな気がする。あ、でも友人はいらっしゃいますよね。同じ勉強仲間。ルイ友か。私とかは普通に友達と遊んでっていうのは高校生の時楽しかったけど、それと同じように今その勉強して切磋琢磨してみたいなのが彼の楽しみなんだったら別にそれでいいと思ってて、だからそれ楽しいんですか今勉強してて？楽しいですよ。だって結果がついてくる。じゃあいいんじゃないですか。全然。学校とかでみんなで協力してなんかやって達成感とか喜びとかさ、社会に出たら利害関係とかで働いてその中で喜べなかったりするじゃん。学生の時ってとにかく一生懸命みんなで練習して一つの達成したらわーって喜べんだよ。若い時代をなんか美化しすぎでしょ。だって年取った自分の将来も美化しすぎてるから、そんな年取ったら楽しくないよ普通に。疲れちゃってそんな遊びもいけないと思うから年取ったら。そんなことないよ。そんなことないぞ。絶対いけないと思う。もう勉強しろって親父になってて、挫折とか失敗とかあった時に誰かのせいにしてほしくないですよね。自分で選んだ道だよってなればそういうこともなくなるから、そういう思いだけはしてほしくないっていう。弁護士になりたいのが1位なのか、東大に行きたいのが1位なのか、優先順位っていうのはあるんですか？どっちもです。変にこうね、大人が押さえつけても丸くなっても面白くないんで、山本さんの言うように全肯定で僕はいいとは思うんですけどね。いつか気づくっていう。今遊んでる人は将来でも必ず後悔はすると思う。俺は後悔してないからね。勉強を否定してるわけじゃなくて、本当に東大に行きたいと心から思って勉強してるのと、親に言われてそれが成功への近道だと思ってやってるのでは気持ちが変わってくるから。だからさっきも言ったけど、きっかけは親だけど、今はじゃあ本当に東大行きたいと思う。もちろん遊んでるやつ羨ましいなとかない。カラオケ行きたいなとか、キャンプ行きたいなとかない。別に今じゃない。今やるから楽しいんじゃん。大人になって勉強同じぐらい時間が取れるのかって話。じゃあキャンプ行って勉強すれば楽しみながらやってみた。大人になってからってできんだよ。だってやる気になったらいつだってできるんだよ。松田さんは後悔のない人生を高卒だけでも送っていると。松田さんと田中君違う人生なんだから、松田さんは東大の勉強しなかったけど今田中君やってんだから、
の道を進めてたら止めるべきだけどね、モデル目指別にねすとか、いい方向ではあるから悪いことじゃないですからね。そう松田先輩も翔太君に「行け行け」と「東大行け」って言ってあげた方がいいと思う。でそれとは別に田中君に知ってほしいのは、僕もいろんな経営者見てきて、最終的に頭の良さだけだと勝てないんですよね、ビジネスとか経営とか。やっぱ心と体が強くないと途中で負けちゃうんで、勉強は今しかできないって言ったら勉強しなさいと。でも20代になってからちょっと体動かしたり恋愛したり喧嘩したり人とコミュニケーションしたり交渉したりするスキルも獲得しとかないと、40歳50歳になって頭一本でやっててもどっかで心が折れちゃって大変なね将来が来てしまう可能性はあるので、勉強によってもね心も強くなると思うけど、今はもっといろいろ人と関わることとかもどっかでやった方がいいと思う。早ければ早いほどそれもスキルがつくから。ケンさんみたいになんか若い頃遊びに使ったら今みたいに大人になってから絶対苦労はすると。いやいや、俺が苦労してるみたいになってるけど、別に俺苦労してないからね。なぜ苦労してるっていうふうに映ったんですか？ 1000万稼いでないからねじゃあいくらなんですか？ 550代ぐらい。でも本人が幸せならそれでいいと思う。若い時に遊んでた人の人脈とかもお仕事につながってくるから、勉強じゃなくて人との関わりがちょいちょいないと人脈がある人には負けてしまうから、ちょこちょこ経験済みにお外とか勉強以外もやった方がいいと思います。しかも IQ より EQ って今言われててね、心とかの強さ大事で豊かさとか、 AI 社会になると僕ら偏差値40とかの人たちに AI がくっつくと東大生と同じぐらい頭良くなっちゃうから。今やらなきゃいけないことなんですか？なんか遊びよりも今は周りを出し抜くための時間にしたいなと思ってて、だから心の偏差値みたいのを70にするには時間かかるの。たくさんドキドキハラハラキューンとかワラワラとかいろんな音をね経験しながら乗り越えてって、大体どんなことでも笑顔でありがとうって言えるような大人になるのには何万時間かかるんですよ。子供の時振り返ってあの時若かってなんであの時怒っちゃったんだろう泣いちゃったんだろうってあるんですよ。で今だったら優しく人にありがとうねとか言えることもね。だから心の偏差値も何万時間かかるわけ。頭はいいけど AI よりバカな心が持ってない痛い大人になっちゃう。じゃあ恋愛と喧嘩で何が得られるんですか？心が鍛えられる。それは AI が持てないだから人間としての傷ついたこととかに免疫がつくから、何かがあってもすぐ立ち直れたりとかもするから。嫌なことがあったらラッキーとかさ。弁護士になりたいんだったら人の気持ちに寄り添えるっていう部分はすごく大事になってくる部分だと思うから、勉強っていうことももちろん本当に大事だし、それでいいんだけど、一部ちょっと人との関わりをもう少し持って、どういう時に人が傷つくのかとか、どういうことに悲しいと思うのかっていう、その被害感情に寄り添ったりとかも必要なわけだから。それを勉強の時間を割いてまでやれっていうことです。自分が結果的に弁護士になりたい、いい弁護士になりたいって思うんだったら、そこは外せない部分なんじゃない？お仕事も増えると思う、そっちの方が。顔つきも変わると思う、もっと。そうね今ちょっと挑戦的だけど、もうちょっと人と関われば多分頑張ることをできる人だからみんなから好かれると思うし。すごいね努力できる子だからね。すごいことですよね、努力続けられるっていうのは。見せ方の問題だけな気がするけどな。学歴しかからなんてわざわざ言ってるってことは、本当は心の中でこれでいいのかなっていう翔太の中の迷いがあるんじゃないのかなって。そうなんじゃないの？だから今しか勉強ができないからって言ってんじゃん。だからその気になってずっとできるんだよ。今しか得られない経験っていっぱいあるんだよ。例えばね、傷ついたりとかした時に相談できる友達いるか？勉強してる仲間とかじゃダメなの？勉強の邪魔すんなって言われるかもしれないじゃん。みんなは翔太に勉強するなって言ってるわけじゃないんだよ。それ以外の経験ももっとした方がいいんじゃないかって。そうするともっと素敵な大人になれるよっていう話をした。そうすると東大が一橋になっちゃったりしたら一生後悔するし、首席じゃなくてね東大で中くらいだとしたら、俺勉強でだけ一本でやってたけどやっぱもっと頭やついいのかって負けちゃうから、今は恋愛も喧嘩もやりたくないんでしょ。頭に抱いてほしいのは心とかもトレーニング時間かかるよと。若い頃に遊んでばっかりで何が？学歴がない人に対して雑魚とかそういうことを言う必要がないんじゃないっていうだけだと思うんですよ。だってあなたが今着てる服、東大出た人が作った服じゃないと思いますよ。後悔してるんですよね。いや、してないです。無理やり美化して他の連中と傷の舐め合いとかしてる。確かに後悔してるわ。僕慶応行きたかったんですよ、でもその慶応に受かんなかったからどうにか見返して起業して頑張ろうみたいな思えたんで、
うまくいかなかった後悔をエネルギーに変えれるかどうかっていう問題な感じかなっていう感じなんで、東大とか目指すその努力のプロセスとか目標から逆算して行動するみたいな本質的な学ぶっていうのはすごい勉強大事なんで、もう狂ったようにやっていいと思ってて、でなんかそれを応用聞かせられるかっていうか、僕はこう狂ったようにやってもいいのかなっていう感じはしますけどね。僕もなんか狂ったようにやってたし。だから今東大向かって恋愛とかせず一生懸命やるのは素晴らしいと。25とか30になるとビジネスの現場でどこ大学とかどこ高校とかって誰も聞かないし、言ってもどうでもいい。で実際に俺も今仕事してて、あ、こういう仕事できねえな、全然頭悪いな、バカだな、俺の頭いいな、どこ大学、東大って人はいっぱいいるから。東大出たからといってビジネスや社会においての頭の良さとも違ったりする。経営者の方だったり社会の第一線で活躍してる人たちの話聞いて、思ってたんと違うというか、信じていたものが由来できたみたいな部分ってありますか？もしなんか不安なこととか、もうぶっちゃけ今日の場で聞きたいことがあったら、ぜひ田中さんから聞くチャンスですよ。努力してる人はすごいなとは思うので。学歴ってこだわっていたけど、学歴って言葉じゃなくなりましたね。努力している人がすごい。他の人に強要しなきゃいいよ。そういうことだ。他の人はそれぞれ違う。例えばちょっと柔軟になってきた。日本で有名な総理大臣田中角栄さん、あの人中学校しか出てない。でもめちゃくちゃワイルドに政治やってくれて、日本の急成長を作った男だし、本田宗一郎さんも多分小学校しか出てない。パナソニック作った松下さんも9歳までしか学校行ってない。学歴と社会に出てからの活躍度っていうのは全然比例はしないから、他人が他の分野で頑張っているということに対して社会はいろんな役割分担だから、全員が東大目指す必要はない。でもあなたのように東大も目指してる人は俺はリスペクトするから、国のためにも本当にやってほしい。できればハーバードとかそういうとこ目指してほしいなと思う。かっこいいなと思う部分とかもあるんじゃないですか？まあでも楽しそう。でも年収400何十万じゃそれでもなんか笑ってない人生で笑ってる人生確かに楽しそう、すごい一緒に飲みたい、楽しそう今は翔太は大人って言ったら親が絶対的な大人であって、影響は強く受けるから、今日みたいにいろんな人たちの話聞く機会ってないと思うんですよね。東大出た大人の話を聞いたらいいんじゃないですか。その方がなんか私とかが言うよりもスッと入ってくるんじゃないかなと思って。でも聞くところなかなかないですよね。ないんですかね、やっぱり。高校生、大学生だったら企業、そっか、ね、高校生だと難しいのか。でもなんかいくらでも東大出た人の本だったりとか、ね、YouTube とかね、いくらでもありますよね、そういうの。お友達と喋る時も俺勉強しかしてないからでもうコミュニケーション終わっちゃうし、こうやって喋ってる間にちょっとずつ柔らかくなってきてて、本当はすげえ素直でいいやつなんですよ。もっと自分に素直に言ってほしいんだよ。そうなればなるほど東大が遠のいてくからしばらくいいよ、今のままで。松田さん接近禁止にした方がいいよ。やりたいこととかも他にも探してみても。だから自分でやりたいことができて親が押し付けてきたら押し付けないで、参考してもいいんだよ。